1975年、奇妙なマシンが発表されました。わずか2年間を戦った最初で最後の6輪マシン。失われたテクノロジーとして語り継がれるのか、私たちは未来への伝達者でございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、タイレル、P34 を製作しますよ。このキットは1977年のモナコ仕様とのこと。おそらくその当時から発売されていた由緒あるキットだと思われます。長いフォーミュラの歴史上、実戦を走った唯一の6輪車両。どんな構成でキット化されているのかとても興味深いです。実は他のキットが目当ての抱き合わせ商法で手に入れました。2002年の再販品とのことですがコンディションは良好。2024年現在でも新品購入できる素晴らしいキットでございます。定価もかなりお安く設定されており、Amazon などではさらに低価格で販売されています。分かりきったことなのにタイヤが多いだけで不思議な感覚。どんどん増え続けるドライバーフィギュア。フロントに比べリアタイヤの太さが際立ちます。シャシーや足回りのパーツは細かく大量。作る前からプレッシャーをかけてきます。DFV エンジン。また出やがったな。もう目を閉じてでも組めそうなほど手にかけてきました。しかしエキゾーストパイプだけは毎回苦労します。デカールも極少量。変色もなく問題なく使えそうです。やはり細かい指示が多い説明書。エンジンと操舵部分のパートが幅を利かせています。なるほど。フロントカウルは縦割りなので面倒ですね。説明書の図を見ているだけでも異様なフォルムにゾクゾクします。特別な塗料も必要ございません。気楽な感じで製作スタートでございます。まずはフロントカウルのフィッティングをチェックします。さすがタミヤ様。完璧な精度でございます。フロントタイヤはランナーにつながっている厄介仕様。本当にフォーミュラマシンなのかと思わせる形状。フロントカウルとシートカウルが2種類入ってました。なんだかよくわからないので放置します。相変わらずパテではなく接着剤で汗目消し。精度が良すぎて一体成形のようです。この光景を見るだけでうんざり。マシンのデザインは各チーム特徴的なのですが、DFV に依存しすぎた70年代の平風ですね。これを見るたびにジョーロを思い浮かべます。パーツ選別は己の直感を信じます。
このあたりのパーツは罪の意識を感じながらも、すべてシルバーに塗ってしまえと甘い誘惑に負けそうになります。なんだこりゃ、見慣れないパーツがいっぱい。ランナーには1977年の刻印がございます。おそらく初版から続く歴史を垣間見ます。細かなパーツが多いので一箇所にまとめると大したことないように見えます。フロントタイヤは10インチの特製サイズ。それに伴いブレーキディスクも小径。とても20分の1スケールのキットを作っているとは思えない細かさ。ある程度の下地処理と色分けが終わりました。狂ったような炎天下に放置していたので完全に硬化した接着剤。ガリガリと一気に削ってしまいましょう。合わせ目が見えなければ問題ございません。フォード、コスワース製の DFV エンジン、V 型8気筒。排気量は 2993cc を誇り、510馬力を叩き出す名機でございます。スーパークロームシルバー2で染め上げます。メインカラーのブルーの下地には、ガイアの補佐符であるスカイブルーを塗ります。希釈にはプロユースシンナーを使っております。また補佐符を使う予定がございますので、希釈済みを用意しておきました。とても可愛らしく染め上がったカウル。塗装面は素晴らしくさらっとした質感でございます。サフ特有のはっきりとした陰影が美しいです。4次元ポケット所持ロボットのようなカラーリングですね。シルバーに染まったエンジンは高度が増したかのように映ります。セミグロスブラック班はこちらにお越しください。エキゾーストパイプを先に組み立てないといけませんね。初めてこのエンジンを搭載したキットを製作した時は、この液パイ組み立てで接着剤ギトギトになったのを覚えています。今では心得たもので、ほんの少しの余裕を感じながらの作業でございます。メインカラーには何の変哲もないブルー。青い空のように澄んで、長い空白の時間を取り戻したように感じます。シートカウルの塗り分けは少々厄介です。さすが昔のタミヤ様はサディスティックですね。前回のカウンタックとは違い、マスキングを貼っても塗装が剥がれる心配はないので精神的に楽です。まあこんなもんでしょう。
昔の駅のベンチみたいな質感。ホームに星の数ほどのシミとなったガムの光景が思い浮かびます。カウル内部のシルバーは塗り分け、こんなもん一撃でこなしてみせましょう。裏もあんのか。タミヤ様の曲線用マスキングでございます。フロントカウルをかぶせたら見えなくなるので、神経質にならなくて大丈夫ですよ。マスキングを何枚もカットして貼り付けるのは面倒に見えますが、流れ作業みたいで無心になれますよ。ようやく塗装に進めます。あとは塗料がにじまないようにおまじないですね。さあ塗ろうと思ったのに空だった時の精神的ダメージ。大丈夫。まだストックがございます。おいマジか。これも空やないかい。なめんなよ。こういうこともあろうかとさらにストックがございます。また注文しておかないとね。気を使わずにマスキングが剥がせる幸せ。今回のキットは工程が多いですが、比較的楽に製作できている気がします。一つ色が増えるたびに美しさを増してゆきます。アルティメットホワイトで染めたフロントカウル。70年代の設計とは思えない高精度に助けられています。デカールを貼ってゆきます。やたらと英文が多いですね。今回はカーナンバー4番でございます。ちなみに3番だとフロントカウルに加工が必要とのこと。そんな面倒なことしたくないのでございます。品質が保たれているデカール。きっと大切に保管されていたのだと思います。グッドイヤーは特殊なサイズの前輪の開発が進まずに苦戦したそうです。これでも勝手ほどでかいエルフのデカール。デカールフィクサーをしっかりと塗って、ペタペタと貼ってゆくだけの簡単な作業。以前作ったティレル003もそうでしたが、リアウィングのエルフはオフセットして貼るのが素敵。ファーストナショナルシティトラベラーズチェック。アメリカのシティバンクが発行していた旅行者用小切手のブランド。1970年代には旅行者が現金を持ち歩く代わりに、安全にお金を管理できる手段として広く利用されていたそうです。シフトノブの逃げのためにある膨らみ。こういうちょっとした膨らみがデカールを寄せ付けなかったりするんですよね。少し軟化剤を使ったらすんなり貼ることができました。この星を描くロゴもファーストナショナルシティ。あっという間に貼り終えましたね。塗る順番を間違えました。クリアを吹いてからシルバーを塗るべきでした。とんだ二度手間になりますよ。使うのは 0.5mm のハンドピース。ガイアの EX クリアを使用します。
砂吹きが完了しました。デカールの変化もない様子。このまま本塗りに進みます。そして本塗りを3回重ねたのがこちら。深い艶ですが洗練されていない荒削りな感じ。もう少し炎天下で乾燥させてから研ぎ出してカチッと仕上げてみせましょう。エンジンとシャシーを連結させるビス。しっかりと錆びてございます。プラグコードの工程はかなり面倒に感じます。なんとか片方は通りました。どう考えてもコードが太すぎる。これ物理的に無理でしょう。高圧縮しすぎてブラックホールが出来上がりそうです。おい。嘘やろ。貫通しとんがな。元に戻したら治るかもと現実逃避しちゃいますよね。やってらんねえ。接着剤が血盛りで無理やり固定したプラグコード。墨入れをして立体感を出します。荒々しい DFV エンジン。F1 での活躍は通算155勝という唯一無二の成績を残しています。ヒューランド製のギアボックス。ブレーキはホイール側ではなくギアボックス側に搭載されます。この大きく武骨なエンジンは印象派の絵画から抜け出たような姿。目もくらむようなシルバーを着飾っていますが、それに付随する部品の数々は黒く、あまりにも無様な異物のよう。しかしこれがこの時代の限界であり最先端。高温とともに疾走するマシンは貴族や王族から大喝采を得ます。何かに立てつくような乾いた排気音。悲しみに満ちた吸気音。果てのない富を得た貴族たちに感動を捧げます。それはとても奇妙な光景でございます。DFV の高性能は F1 の勢力図を大きく塗り替えます。低予算のコンストラクターが DFV と市販のシャシーを購入。数名のメカニックを雇っただけのチーム形態で、グランプリへ参加することを可能としました。ワークス体制である必要性が薄くなり、一時期はフェラーリ以外はすべて DFV ユーザーという状態になったそうです。ヘッドカバーの文字はエナメル塗料の拭き取りで再現します。近年ではプラグコードなんてなくなってしまったので、前時代の斬新に懐かしさを感じてしまいます。1983年に王座から陥落するまで、脅威を誇った DFV エンジン。狂気じみた美しい調べをご覧ください。まばゆく輝くシャシーはアルミ製。構成不足でドライバーからは不評だったそうです。メッキパーツがふんだんに採用されております。何も手を加えずともキラッと光る質感はとても好きです。エンジンの搭載は少々力技ではめ込みます。そして錆が回ったビスを締め込みます。モーターライズの名残である電池ボックスが確認できます。
いよいよフロントの足回りを組み立てていきます。四輪を操舵するフォーミュラ唯一の構造。これをプラモでどのように再現するのかが気になっていました。アッパーアームが見たこともない姿で分離しています。そしてまさかのステアが切れない仕様でございました。モーターライズ版でも同様だったのでしょうか。なかなか複雑な構造で楽しませてくれます。めちゃくちゃ小さいサスペンションも再現しています。これだけで見るとすでに何の部品かわかりませんね。別のキットから持ってきたかのようなサイズ感。タミヤ様らしくないランナーがついていますね。くるくるくる。リアタイヤもがっつり削ってきます。40度に届きそうな炎天下。丸1日放置しているだけで完全降下でございます。このマシンの形状は研ぎ出しする箇所が少ないので楽ですね。4000番から始めてみます。ダクトが多く平面が少ないので、あまり追い込まなくてもごまかせます。この特徴的なカウル形状がお気に入りです。8000番で仕上げてしまうつもりで磨きます。もうデカールだと証明する片鱗も見えませんね。1万番で追い込んでおきました。さらにセラミックコンパウンド。こうやって並べるとキットの一部みたいです。外は音もない網の中、慎み深く上品で心が惹かれます。そして流れる光を見て一日を終えるのでございます。リップスポイラーだけを黒に塗ります。塗り分けするには少々面倒な場所ですね。いつもと同じ作業、何度も繰り返して、自らを順応させてゆくプロセス。こんなにもときめくのはなぜ？塗装シーンなんてぶっ飛ばしてございます。ラピッドシンナーで希釈しているので乾燥もあっという間です。低粘着のマスキングですが、デカールやダクトが連続しているので慎重に。一つ黒が入るだけで闇を感じる美しさ。その佇まいさえ罪に感じます。こんな覗き窓みたいな枠を濡れとの指示。またタミヤ様のイライラが発症したのでしょうか。プラモ初心者を見放つサディスティックっぷり。エナメルで試してみます。爪楊枝で慎重に塗ってみます。
まあこうなることは予想しておりました。たくめんどくせえ。やはりマスキングすることになりました。新品の刃に交換して一撃必殺でございます。どうですかタミヤ様。ご満足いただけたなら幸いでございます。が、これは、塗っても塗らなくても違いなんかわかりやしねえやつですね。塗ってもわかりやしねえ、と説明書に記載するべきですね。タイヤが垂れる寸前まで電ドラで研磨してきました。タイヤマーク用のステンシルが売っているようですね。いまいちどれが良いのかわからなくて購入に至りません。リアタイヤは無事完了したのですが、フロントは小さすぎて私には無理だったので消しました。こんな問答をやってかけと。二重構造になっているサイドラジエーター。武骨にもろ出しなのがかっこよいです。いよいよ最終組み立ての開始ですね。フォーミュラキットとしてこのような構造はとても珍しいです。この時点で異質な雰囲気が溢れ出てございます。ステアリングは切れませんが素晴らしい造形。ティレルが6輪をやめて以降、1983年にウィリアムズまでもが6輪で出場することが判明します。現実離れしたフォルムを嫌ったのか、6輪は禁止というレギュレーションに急いで変更したそうです。ボディカウルをかぶせます。複雑な構造ですがすんなりとはまりました。カウル内部はシンプルな構造で時代を感じます。装着箇所がわからなかった部品。どんどん複雑になってゆく様がかっこよいです。説明書には取り付け穴が描かれているのですが、実際には穴はないのでピンを切り飛ばします。クロスしたロールケージはいつの時代になっても魅力的です。嫌がらせのように細いヘッドレスト。頭グワングワンしそうですね。いつの時代のエンジニアも野獣のようにレギュレーションの隙を狙っています。
この華やかなフォーミュラの世界には、黄金が敷き詰められた道があると聞いて胸が躍ったことでしょう。しかしそこには段差だらけの悪路。道に黄金を敷き詰めるのは自分の仕事だと現実が教えてくれます。何もかもが夢のように思え、今思えば何もかもが血生臭く胸くそ悪いルールによって、努力や苦心の結果を無にしてしまいます。重力から逃れられないように、フォーミュラに携わる者たちもまた逃れられないレギュレーションというか1970年代後半の世界。記憶の片鱗には当時の自動車レース末期の影が色濃く残っていました。私たちの記憶にはこの時代の誰にも想像ができないほどの超ハイテク化競争への道をたどる束の間の時であったことを物語っています。激動の幕が開けるのはもう少し先のお話。今だけは純粋な姿でいることをお許しください。タイレル P34 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。